どうも、野球好きのニートです。驚きましたよ。浜口トレード、ツイッターで見てね、嘘これ誰相手なの？いや、結構リリーフ苦しいけど、どうしたんやろななんて思ったんだけどさ、まさかの交換相手がね、ソフトバンクの三森選手で、もう嘘よっしゃってもうね、かなりこれ嬉しかったわ。もう家族にも真っ先に話したわ。まあ、浜口の移籍は確かにものすごく痛い。でも三森こそ優勝するために必要でずっと欲しかったけど手に入らなかった選手、ベイスターズのね最大の弱点を一人で埋めてくれる可能性を持った選手なんですよね。まあその弱点は一回置いといて、まあ三森選手がねまずどんな選手なのかを話していきます。2022年は102試合に出場しまして、打率2割5分7厘、ホームラン9本20盗塁、OPS6 割8分8厘と、それに加えて圧倒的な守備とね、周東選手以上の俊足で、勝利貢献度 3.8 はね、この年ソフトバンクのチーム2位の貢献度で、25歳、当時で言うと22歳か、その若さでこれかなりすごいよね。守るのは、2塁メインで1塁と外野もいけるっていうね。ただサードとショートはね、肩が若干弱いんで、そこ苦手なとこかなとは思いますね。まあそんな彼が来ることでベイスターズ最大の弱点、ベストメンバーが怪我した時の大穴が空きがちっていう弱点をねものすごくうまく埋めてくれる、もう1年間戦う上でものすごいプラスになってくるんですよね。まあベイスターズファンとして何回も〇〇選手がね今年フルで出てたら優勝してたのになっていう、そういう年を送ってきたわけなんですよ。そうもうスタメンがね143試合フルイニングでずっと出ねえんだったらもうベイスターズとっくに優勝してるんですよ。まあどうしてもねベストじゃない瞬間は必ず来てしまうと、そこをカバーできる選手がいるのが層の厚いチーム、シーズン通して強いチーム。三森はねそのソフトバンク上昇チームの厚みそのものだった。一番欲しかった選手だよね。まあ例えばね今シーズン、牧がね、膝の怪我で11試合欠場したことあったんですけど、その代わりに、林選手がねスタメンで出ることが多かったんですよね。その林選手の代わりができると。でも林とかさ柴田も守備うまいし、あの2人でいいんじゃないかなってね思う方もいらっしゃると思う。確かにね彼らの守備はうまいんだけど、一番違うのはねスタメンで使える打撃、これが大きい。タイプは違うんだけど桑原くらいの打撃ができると。桑原選手が平均すると123試合出まして2割5分8厘、ホームラン5本、盗塁8個、 OPS6 割7分7厘。三森選手が76試合2割6分1厘、ホームラン5本12盗塁、OPS6 割7分とほぼ一緒ですよね。いやこれはね結構嬉しいよね。桑原くらいってねベイスターズファンよく言いがちなとこだと思うんですよね。いやショート守って桑原くらい打ってくれたら文句ないなって。でもこれねなかなかハードルが高いんですよね。現在ねバックアップを期待されてる柴田選手、京田選手、林選手のね3年間の平均成績まとめてみたところ、ご覧の通りでなかなかこうスタメンで使うとなると穴が大きいかなっていうのは正直ね1年通してあるわけなんですよね。ここで三森選手が来たことによって桑原選手くらいのバッティングしつつ盗塁いけますよ、走塁いけますよ、セカンドファースト内野守れますと、これはね本当に大きいよ。牧ファースト、三森セカンドで桑原くらいのバッティングをしてくれるって考えたらセカンドもう十分任せられますよね。もちろんねメインは牧で行きたいってのがねもちろんそこは間違いないところなんですけどね。なのでこのバックアップってのものすごい重要なんですよね。そしてこれはね将来的にもね三森が加入したのを聞いてきまして、万が一の話ですよ、万が一宮崎選手がね、来年37歳ですよ。仮にね宮崎が離脱した時であったり、もしくは衰えが来た時もねいつか来ると思うんで、その時に誰がサード守るのか問題っていうのがねずっとねベイスターズ頭にあった。どうしようか、サード2軍で井上めっちゃ調子いいんだけど、彼若いしいきなり1軍で抜擢して1年いけるかどうかなっていうところであったり、それをね三森選手が来たことでドン、新たな選択肢、サード牧、セカンド三森で全部解決。これほんとでかいと思うな。牧もねサード行くことで膝への負担も減ってくるし、セカンド三森選手なら桑原くらいのスタメンいけるバッティング、守備力もアップして足も効いてくると。これもうね来年とかね未来、もっとずっと先の未来も考える上で非常に効いてくると思うんですよね。ということでね、まとめますと、三森が来たことでスタメンで出れる打力の内野手、超俊足通算50盗塁のダイソー、オースティン牧離脱時のバックアップ、牧サー
ード、セカンド三森の選択肢。そしてこう見えてね、まだ彼25歳なんで、牧、山本、梶原、三森、井上、この同年代がものすごく激アツだよね。そう。もう優勝するためにはね、同年代で固めるのが一番。現役ドラフトで来た浜地選手もね、98年世代と、これね、フロントが優勝のためにもう固めてきてんなってのもう分かるんですよね。来年もいいけどさ、もう数年後もね、これ絶対強いよ、ベイスターズ。ということでね、話してきましたけど、とはいえ、浜口の移籍は正直痛い。来季でリリーフでバリバリやってくれるのを期待したんで、でもこれ逆に言うと、この時期にトレードってことは、まだ全然外国人取れるんですよね。逆に、取ってこれる見通し立ってんじゃねえかなって気もするんですよ。これだけいい補強してくれてるんで、ファンとしてフロントに期待したいと思います。絶対ね、左のリリーフ誰か取ってきてくださいよ。また次回の動画でお会いしましょう。